東京夏のとある朝、最近のちょっぴりだらっとしがちな生活リズムを整えようと、今日はいつもより早く起きました。窓越しにも伝わる外の熱気にたじろぎながらも、今日一日のイメージを膨らませるために窓を開けて一つ伸びをします。暑くなりそうだけど今日はお出かけがしたい、そんな気分。ベランダの野菜たちへ水やりもしなくちゃ。シソとバジルは元気。挿し木をしたトマトがちょっと心配。キュウリはみるみるうちにぐんぐんと成長していて、日々驚かされています。朝一番のお茶を準備しながら、昨日洗って干しておいた食器たちを片付けていきます。昨日は久しぶりにホットプレートを引っ張り出してきて、ちーちゃんとおうちもんじゃをしました。美味しくて楽しかったな。実家からもらって帰ってきたアジサイたちは、毎日水を変えたり、茎を少しずつ切ったり、中綿を取ったりしていたら、だいぶ長い間きれいに持ってくれています。蒸散しやすい葉っぱをある程度取ってしまうことも大事みたい。アジサイは花からも水を吸うらしく、霧吹きを上からかけてあげるとぐんと元気になります。朝一番で植物たちのお世話をすると、なんだか部屋の中の空気もシャキッと元気に新しくなる気がして気持ちがいいです。お茶を入れて、お香を焚いて、ゆっくりじっくり朝のノート時間です。最近書けていなかった日記やスケジュールの整理をしていきます。今日やりたいことや心に留めておきたいことは気分でメモに書き写したりもします。ちなみにこのメモは竹雄のもったいないメモ。お気に入りのメモに今日これだけは心に留めておこうということを書き写して目に見えるところに貼っておくと、今日という一日、そして今に集中する指針となってくれるのでおすすめです。朝のこの時間は私の中で一番集中力が高まるタイミングなので、今後も続けていきたい英語の勉強を。旅好きな私にとって英語は現地の人々とコミュニケーションを取るための大切なツール。旅でいつも心に残るのは、違う文化に生きる現地の人たちとの何気ない会話や交流でした。
1年住んでいたフィンランドの街中ではほとんどの方が流暢な英語を話せるので英語で会話をしていましたが、英語を学べる語学学校はほとんどありませんでした。なので私の勉強方法はもっぱらオンライン英会話、そして元から好きだった Vlog やポッドキャストなどの英語のコンテンツを日常的に流したりしていました。やっぱり習得には日々英語を使うことが大切。でもオンライン英会話や街中で使う実践では文法をしっかり学ぶという感じではなかったので、自分の英語がどんどんブロークンイングリッシュになっているのが気になっていました。そこで好きなアーティストさんが以前 YouTube で紹介していた AI を活用した英語学習アプリ Speak を最近新しく始めてみました。こんな感じで英語のフレーズを日常でスムーズに出てくるまで繰り返し練習できたり、AI と会話をしてアウトプットできるのですが、文法や表現をすぐに直してくれたり、弱みを見つけてそこを強化するための復習レッスンが会話後すぐに作られて、いろんなパターンで繰り返し練習できるようになっています。文法や語彙を正確に学びながらも繰り返し話すというアウトプットもできて、自分の弱いところを確実に叩きながら進められます。AI 相手というのもどれだけ間違えても気にしなくていいので、気軽に自分のペースで続けやすいポイントです。今だと8月1日から16日の期間でプレミアムプラスプランが6000円オフ、7日間の無料体験付きというキャンペーンをやっているみたいです。無料体験の間でもし合わなければやめてもいいので、チャレンジするいいタイミングかなと思います。アプリからの開始は対象外になってしまうみたいなので、この動画の概要欄のリンク、もしくはこの QR コードから飛んでキャンペーンを適用にしてください。英語学習が気になっている方、ぜひこの機会に試してみてください。私も英語はまだまだなので、楽しみながら自分なりのペースで続けていきたいと思います。行ってきます。いってらっしゃい。自分の日々をより豊かにするための学びってやっぱり心地がいいし、達成感がある。気持ちのいい朝のスタートが切れました。今日のバッグの中身はこんな感じです。これがコペンハーゲンでゲットしたヘンリック・ビブスコフのバイブスバッグスに、ジョージズでゲットしたアメジストの天然石キーホルダー、ナルゲンボトル、サニー手帳、必需品ポーチ2で、その中身たち、ハンドサニタイザー、ガチャポンの鏡、ミントタブレットで、小財布にスマホで、これが村上春樹の新作のカホです。ちょっとずつ読み進めているので、電車の中とかで読みたいと思います。いきます。こちらはいろいろな国の伝統的な朝ごはんを楽しむことができる世界の朝ごはんというレストランです。以前友人に連れてきてもらってから、またいつか食べに行きたいなと気持ちを温めていました。期間限定の朝ごはん、今はスウェーデンみたい。こんな感じで素敵なリーフレットももらえて気分が上がります。スウェーデンの朝ごはんはこの間の旅でたっぷりと堪能したので、今日は台湾の朝ごはんを。このファントゥアンというもち米でいろんなおかずが包まれた台湾おにぎりがずっと食べたかった。
中に肉しぐれや高菜、揚げパンなどが入っていて、とっても美味しいのです。台湾に行きたい気持ちが高まりました。その後は紀ノ国屋書店で無事旅の本を見つけて、新宿の街を歩き、カフェに向かう道すがら世界堂で母が好きそうなシールを見つけたのでゲット。お昼時ですが、食後のカフェオレを飲みにこちらへやってきました。新宿御苑の真ん前で土曜日なので混んでるかなと覚悟していましたが、割と空いてる。おしゃれで明るい店内に店員さんの接客も気持ちが良くて、カフェ迷子になりがちな新宿で嬉しい発見です。先ほど紀ノ国屋でゲットしたトランジットの台湾特別号。フィンランドにいた頃から東南アジア欲が高まっていて、帰国したらまず台湾を旅したいと思っていました。台北には昔家族で行ったことがあるのですが、今度は台南も旅できたらいいな。これからこの本を読みながらじっくり計画を立てよう。ワクワクの時間です。ちょうどスーパーでいい新生姜が手に入ったので、これから自家製ジンジャーエールを作っていきたいと思います。レシピはいつも奥平さんのを参考にさせていただいているんですけれども、今回もちょっと久しぶりに作るので動画を見直して思い出しながら作っていきたいと思います。生姜、200g ぐらいと、あと国産のレモン、なるべく防カビ剤、防腐剤とかが入っていないレモンを選んで、できるなら国産のレモンを選ぶようにしています。パッケージが可愛いです。広島県産。ちなみにこの新生姜は高知県産だそうです。で、あと三温糖、多分きび糖とかでもいいと思うんですけど、茶色めのだと雰囲気が出るらしいので、あと白砂糖よりもちょっと健康的な感じかなと思うので、三黄糖と、あとこちらがシナモンスティック2本とブラックペッパーのホールが10粒、スターアニスが1粒で、クローブが10粒です。作っていきたいと思います。とにかく生姜とレモンをスライスして、あとは材料をすべて鍋に入れて煮込むだけ。鷹の爪と蜂蜜大さじ1を忘れてました。沸騰したら弱火で15分。時々アクを取ってあっという間に完成です。ジンジャーエールにはポテチでしょ。うまっ。最高だ。今日買った本たちをご紹介しようと思います。見えてるかな。これがさっき動画でも出てきたトランジットの台湾号、トラベルガイド台湾です。トランジットはもう大好きな雑誌で、フィンランドもそうだしタイもそうだし、トランジットを読んでからいつもその国へ出かけているんですけど、たまにタイもあったかな、その国のこういう小冊子みたいな感じで特集のこのサイズの雑誌が出ていて、これがすごくよくって
コンパクトで読みやすいし、もうここに台湾の良さがギュギュッと詰まったセンスのいい一冊になっていて、台湾に最近行きたいなってずっと考えているので、今回これを読んでちょっと台湾旅の予習をしたいと思います。台湾の朝ごはんも食べて、もう完全に台湾ムードですね。なんか食べ物もそうだし、台湾の雑貨もそうだし、あと何よりも台湾の人が本当に温かくって、一回私は台北に行ったことがあるんですけど、台北に行った時も楽しかったし、あとフィンランドで働いていた時にレストランに来てくださるお客さんの中で台湾人の方がちらほらいらっしゃったんですけど、本当になんか純な優しさというか温かさを感じる人たちばかりで、もう台湾にやっぱり行きたいなって思って今回これをゲットしました。はい、あとこちらが茨城のりこさんの自分の感受性くらい、詩集ですね。茨城のりこさんのこの自分の感受性くらいっていう詩を私は定期的にこうふわっと自分の中に上がってきて、これは書かなきゃと思ってノートにグワーって書く時があるんですけど、自分の心をこうトントンって叩き直すじゃないですけど、そういう時にこう読み直す詩で、他の詩もちょっと気になっていたので、今回この岩波現代文庫のカバーがミナペルホネンのカバー仕様になっていて、これがまたね素敵だなと思って、生誕100年を記念してミナペルホネンの想定になっているみたいです。この自分の感受性くらいの想定はキビ、フィンランド語で石、窯の中で焼かれたたくさんのパン、自然と対話しながら来る日も来る日も窯と火に向き合う職人たち、愛情が込められ仕込まれたパンの記憶が窯に染みつき、今日もまたその時を刻み続ける、作り続けるという意志を確かにするように。ほーというテキスタイルデザインが想定にあしらわれていて素敵です。楽しみです。じっくり味わいながら読みたいなと思います。いやー暑いです。東京は暑い。でもこの蒸し暑さが日本だっていう感じで、なんだか嬉しい。まだ嬉しい続くとちょっとうんざりするかもだけど、でもこうやって涼やかな飲み物を作ったり、あと風鈴の音を聞いたり、自分でいろんな量を取りながらこの夏を楽しみたいと思います。粗熱が取れたらパストリーゼで消毒した瓶へ詰めて冷蔵庫へ。これで少しの間暑い夏を生き延びることができそうです。夜ご飯は仕送りの段ボールの中に母がよく入れてくれるこちらのホイコーローソースを使って、これとっても美味しくて余計なものも入っていないのでおすすめです。結構頑張って特訓なんだけどさ、次インド洋のサバでさ、サバいいじゃん。私サバ好きで。一昨年の梅酒もあとちょっとで飲み切りそう。でもおかずとしてだったら塩焼きで簡単って言っちゃってる。いただきます。乾杯。お疲れ様。うまい。美味しい。最後まで見てくださりありがとうございました。この夏は
英語学習を継続して一人でも楽しくより自由に旅をする準備をしていきたいと思います。英語学習が気になる方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。一緒に頑張りましょう。自分が喜ぶことを楽しく学んだり、需要のある美味しいものを食べたりして、それぞれの健やかさでこの夏を乗り切りましょう。